おはようございます。たかしです。本日は6月23日木曜日、ただいま7時12分。それではポンド円のトレードポイントを見ていきましょう。まずは冷やしからです。昨日の冷やしは下髭の陰線となっております。下髭がかなり長いですので、本日もう一度高値を目指していけるのかどうかというところですね。ただ、怪しくなってきたのはストキャスティクスですね。高値圏に差し掛かってきました。今日もう一日高値トライはしそうですけれども、そろそろこういった感じのデッドクロスしてきたゾーンに入ってきてますので、この辺での大きく下落というところに注意がしたいところです。マックでは一応上向いてはいますけれども、方向感がない感じというところで本日高値トライをしてきて、昨日の高値を抜けるかどうか、そして昨日の高値を抜けてもこの一旦の最高値ですね、6月のこの高値 168.7 付近を抜けられるかどうかっていうところがポイントになってきそうです。ここから下落してくると比較的大きめの下落になりそうですので、再びこの GMMA に向けて下落となると164円ぐらいまで、現時点ですとそのくらいまでの押しをつけてもおかしくないなと。ただ今ここ週足ではエリオット波動の5波進行中なんですが、ここから下落になるともしかしたらここで5波が終了したという風にも取れますので、そうなると週足単位での下落になりますので、かなり大きく下落する可能性もあるんですけれども、今のところそこはちょっとわからないので、今は一旦ここでの三角持ち合いみたいな感じでしょうか。今この安値と切り上げてます。そしてこの高値と切り下げてますので、今日もし昨日の高値を超えられないようですと、ここでのこんな三角持ち合いになってくる可能性もあるなと思ってますので、そうなるとさらにトレードがしにくくなる、そんなイメージです。現在は昨日も言いましたが、この白のボックスの高値圏にありますので、乱高下をする可能性があります。なので昨日も結局は下がって上がってというところで分かりにくい動きをしてるんですが、一応この黄色のボックスの上限付近で昨日は、反発してきているというところですが、戻しきれていないというところで上値が重い印象も持ちますので、やはりこの辺付近での次は押し目買いというよりも売り場を探していくのがいいのかなと考えております。では4時間足です。昨日はこの安値ですね、ここからこの直近の上昇に当てたフィボナッチリトレースメントの 23.6%、166円付近でだいたい反発はしてきているんですが、そこからの反発が弱いなと感じます。で、1、2、3、4本陰線に下げてきて大きめの陽線が出たんですが、そこからまた陰線が出てきて少し上げ渋っている感じですので、今日はここからこのまま下落するのか、もう一度昨日高値を目指してくるとは思うんですが、そこを目指してきて昨日高値を抜けられないようですと、ここでのダブルトップでの下落になるのかというような大まかなイメージを持っております。もし昨日の高値を抜けてきても、その上には6月の高値 168.7 付近というのがありますので、この辺付近はまた、次は戻り売りのポイントになってきますので、やはり、ここから押し目買いでもいいんですけれども、次は戻り売りのポイントを探していく方が、大きく取っていけるとは考えております。現在マックディがね、少し怪しい形になってきたなと思ってます。まだ初動なんですけれども、少し下向いているのがわかりますか？そしてチャートは今横ばいですね。今このままじりじりと上昇、もしくはこの横ばいが続くようでして、で、マックディはこのまま今下向いてますので、この状態でだんだんと下げてくると、ここでダイバージェンスが起こってきますので、そうなると下落しやすい形になってきます。今は GMMA 付近で昨日長い下髭を出して反発はしてきているんですが、このまま横ばいで推移していくと GMMA がだんだん近づいてきて、GMMA に食い込んでいくということも考えられますので、その辺あたりが怪しいのかなと思っております。今ダイバージェンスといっても今はまだちょっと分かりにくいところで、まだ期間的にもかなり短いので、もう少し長く続く必要があるんですが、そのダイバージェンスが、明確に分かったところでの下落になるのか、それともここからもう昨日の高値を超えられずに下落していくのかっていうところですね。今は高値圏での動きというところで、やはり分かりにくいなとは感じます。もう一度高値を目指して上昇しそうにも見えますし、ここから下落していきそうにも見えますので、しっかり引き付けたトレードがいいとは考えてます。
一応、この黄色のボックスの上限ですね、ここの 166.2 付近っていうのは昨日も長い下髭で返されてますので、本日下落してきてもこの辺付近でまた反発はしてくると思います。ただ、その反発で昨日の高値を超えられるかっていうのは怪しいところですので、スキャル的にこの反発で取っていくのはありだとは感じますが、大きく上昇するというイメージではなくって、一旦の反発を取るというイメージの方がいいと思います。どちらかというと、この上がってきたところでのショートを狙う方が大きく取っていけるんじゃないかと個人的には考えてます。そしてここからの下落ですね、してきた場合は、まずはこのフィボナッチリトレースメントの 38.2%、ここが 164.85 というところなんですが、その辺付近を目指して下落してくるのかなと。それが今現在ですとこのオレンジのトレンドライン付近でもありますので、この辺が意識されてくるのかなと考えております。そこに来たところでもう一度反発はするんですが、その反発弱くてまた下落みたいな感じになってくると、ここでの3損みたいな形になってくるんですね。これはあくまでイメージなんですけれども、そのようなイメージで下落していくのかなというのも考えられますので、その辺も視野に入れておいていいとは思ってます。では、一時監視です。昨日高値 167.856 というところですね。ここを今日超えてこられるかどうかですが、結局昨日の動きっていうのは下落して上昇したんですが、この上昇が戻しきれなかったというところで、今長い上髭もつけてますし、GMMA で一度反発して上昇してきてるんですが、この上昇が弱いなとも感じますので、やはりその辺が下落しやすそうな雰囲気に見えるところですね。今はここの GMMA を再び割ってくるのかどうかっていうところですね。この GMMA 過去にも超えたところで反応してますので、おそらく下がってきたところはもう一度反応。この黄色のボックス上限ですね。166.2 付近というのは反発してくるとは思いますが、ここを割り込んでくるともう一段安というのを考えておきたい。ストキャスティクスは今 Z クロスして下に向かっている途中ですので、一旦はこの下まで下げてくるのかなと。ここの安値ですね。ここがここなんですが、この反発上昇したところのここの安値なんですが、この辺付近までは下げてくる可能性。で、ここまで下げてきたところでもう一度反発は起こるんですが、その反発がどこまで上げてこれるのかっていうところですね。それが上げきれないようですと、再びこのトレンドライン、もしくはこのフィボナッチリトレースメントの 38.2% の 164.85 付近を目指して下落する可能性を考えておきたい。そして昨日高値まで上がってきたところでは、この辺では戻り売りが仕掛けられやすいと思いますので、この辺での戻り売り。そしてここを上抜けてきても、次は6月の高値付近っていうのは意識されやすいので、ここからまた乱高下をしやすいところに入ってくるのかなと考えております。本日は冒頭でお話ししましたように、今だいぶ上値が重くなってきている感じがしますので、押し目買いでもいいんですが、高値更新ができない場合はすぐに撤退。で、どちらかというと、売り場を探していく方がいいとは考えておりますので、その辺でトレードできればと思っております。やはり高値圏ですので分かりにくい動きをしそうですので、基本的に乱高下するっていうのを念頭に置いてトレードするのがいいのかな。そして分かりにくいので、あまりトレードをしなくてもいいのかなと個人的には思いますので、無理してする必要もないと思いますし、分かりやすいところ、だから先ほど言いましたように、こういった高値でのダブルトップ狙いとか、そういう分かりやすいところに来たところでのトレード、で、ダメならすぐに撤退っていうのでやっていけばいいんじゃないでしょうか。それでは本日はここまでです。今日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。